皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマは5月病です。皆さんはこれについて聞いたことがありますか？病という漢字が入っていますが、病気というより気分が落ち込む状態のことを言います。やる気が出ない。なんとなく元気がない。学校や仕事に行きたくないといった状態です。この言葉は日本ではとてもよく知られていて、特にゴールデンウィークの後によく耳にします。今日のエピソードでは5月病とは何か、なぜ5月病が起こるのかについて順番にお話ししたいと思います。今日はインターメディエイトレベルということで N4 から N2 ぐらいの語彙や文法を組み合わせて話します。ぜひ最後まで聞いて一緒に練習してくださいね。それでは始めましょう。ジャパミニ。まず、5月病とはどんな状態でしょうか？よくあるのはこんな感じです。4月、日本では新しい生活が始まります。新しい学校、クラス、会社、同僚などなど。4月は新しいスタートの季節なので、みんなモチベーションが高くて、頑張ろうという気持ちでいっぱいです。でも、5月になると状況は一変して、急にこう思うことがあります。なんか疲れたな。学校に行きたくないな。仕事のやる気が出ないな。このような状態を日本ではよく5月病と呼んでいます。もちろん本当の病気ではありませんが、ストレスや環境の変化、4月からの疲れなどが重なり、その他いろいろなことが原因で気分が落ちてしまうんです。そしてさっきも少しお話しした通り、4月の終わりから5月の初めにはゴールデンウィークという長い休みがあるので、この休みの後、特に5月病になりやすいと言われています。休暇中、楽しく過ごした人ほど、もう学校や仕事に行きたくないと思ってしまうんです。私も振り返ってみると確かに5月病のような時期がありました。それは高校1年生の時。4月から新しい気持ちで勉強も頑張ったし、新しい友達とも交流したし、毎日のモチベーションが全体的に高かったんですが、ゴールデンウィークで少し落ち着いたというか、毎日のスピード感がちょっとゆっくりになったせいで、休みの後学校に行くのがちょっと嫌になってしまいました。結局2日ぐらい学校を休んでしまったような記憶がありますが、担任の先生から電話がかかってきて、いろいろ話して、次の日からもう一度学校に行き始めました。先生のおかげですね。いい先生が担任をしてくれていてよかったです。
このように5月に気分が落ち込んでしまう人が多いということを知ってもらいたいと思ってこの動画を作ることにしたんです。なぜ5月病が起こるのか。これは時期的な原因だけでなく、日本人の性格にも関係していると言われています。日本では真面目に働く、周りに迷惑をかけない、目標に向かって頑張るという考え方が強いことが多く、特に新しい環境で勉強や仕事をスタートするときに、ちゃんとやらなきゃと思う人も多いです。例えば、新しい会社に入った人は、遅刻しない、ミスしない、上司にいい印象を持ってもらいたいと考えて、毎日気合を入れて会社に行きます。でも、毎日このように考えていると、ずっと緊張していて落ち着かなくて、だんだん疲れてしまいます。そしてゴールデンウィークで少しリラックスすると、急にもう頑張れないと思ってしまうこともあります。学校でも同じです。新しい友達を作りたい。学校の授業にちゃんとついていきたいと真面目な学生は考えます。でも、このようなことを毎日考えていると、知らないうちにストレスが溜まってしまいます。そして、ゴールデンウィーク中にそのような気持ちが落ち着くと、真面目な学生ほど次の週からもう一度エネルギーを高めて学校に行くというのが辛くなってしまうんです。このように日本人の真面目さも5月病の理由の一つになるんです。もちろん人によって性格は違うし、働く環境も違うので、みんなに当てはまるわけではありません。でも、このような傾向があるということを知っておいてほしいと思います。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマは5月病でした。日本の5月病は時期的な理由と日本人の真面目さという理由から起こることが多いです。今日は日本での状況をご紹介しましたが、これは日本だけの問題ではないかもしれません。新しい環境では世界中の人が同じように疲れることがあると思います。緊張して落ち着かなかったり、ストレスが溜まってしんどくなったりすることがあるでしょう。もし今、新しい生活を始めている人がいたら、少し休む、ゆっくり慣れるということも大切だと思います。体も心も健康に毎日を過ごしていきたいですね。ではまた来週、次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。